こんにちは、アトリエネトラポートです。このチャンネルは気軽にレザークラフトを楽しめるチャンネルとなっています。作り方動画150以上、チャンネル登録よろしくお願いします。今回は前回ご説明したオーストリッチの革を使った作品になります。以前作ったこちらのメガネケース、こちらをオーストリッチの革でも作ってみました。同じ作品になりますが結構雰囲気が変わってきます。実はこのオーストリッチの革少し薄くなりますので、裏側に牛革を貼りました。こちらのチャンネルではまだ出てきていない工程になります。初めての工程になりますので、ぜひ皆さんも参考にしてみてください。そしてこちらの革、裏にボロがついていましたね。こちらを剥がす工程も出てきます。楽しんで見ていただけると嬉しいです。今回も全日本爬虫類比較産業協同組合の方とレザーマニア東京さんにご協力いただきました。レザーマニア東京さんへぜひ行ってみてください。今回は銀ペンというこちらのペンを使っていきます。表側見ながら今回は取っていきます。フィルマークが綺麗に入るように型紙を置いて銀ペンで書いていきます。少し外側をなぞっていきますので、この内側の部分をカットしていきます。時折クイルマークプチプチと入りますが、銀ペンならしっかり線が描けます。こんな感じで線が黄色のペンで描けています。ではカットします。この線より少し大きくカットして後で綺麗にカットしていきたいと思います。前回の革の説明動画でも説明していたと思うんですがね、今回もこう見ていただくと繊維がすごいです。ボロと呼ばれる繊維になりまして、もうすごいところはこんな感じで層になっててふわふわ浮いてきてしまいます。トコノールで押さえてもこの部分はやっぱりね浮いてきてしまうので、縫い合わせる時貼り合わせた後作品を作った時に結構これが問題になってきて、できる限りこう手でむしって取っていきたいと思います。こんなにたくさんのボロ取りができました。クイルマークの裏側だけねしっかりくっついているので、そこだけしっかりこうハサミなどで切ってからこうぐいぐい剥がしていくとこんな感じですね。ぐいぐい剥がしていけます。このぐらいまで綺麗にすることができました。この時の厚さはフィルマークないところですと 0.7、 かなりね薄いですね。ですので今回は裏側に牛革を貼って作っていこうと思います。床面ですが、トコノールをたくさん塗ってしまうと、ここ実は毛穴がありまして、ここから出てきてしまって表側が汚れてしまいます。ですのでこのまま使っても裏が今回出ないようにもう一枚皮をねこちらに引くのでいいかなと思ったんですが、少しふわふわが気になるので今回は手で薄く塗っていこうと思います。で、ものすごく目があります。いろんな方向に触ってみてください。すごく抵抗のある方と目が寝る優しい方向がありますので、それをしっかり見極めて本当にすぐ伸ばしてください。薄くだけ塗っていきます。ガラスも軽くで大丈夫です。強くやるとこんな感じでほらデコボコしているのがわかると思いますが、強くやると表側が潰れてしまいます。もしかしたら床処理しなくてもいいのかもしれないんですが、ちょっとふわふわを押さえておきます。でダチョウの皮、こういったボロを取り除くととても薄くなりますので、基本的には牛革などと貼り合わせて使うことがほとんどになります。デコボコねしてるので重しは乗せないで大丈夫です。少しね乾かしておいてください。今回はもう1枚皮を貼り合わせて使用していきます。 1.2mm の厚さのオイルのレザー、栃木レザーを今回は使っていきます。こちら型紙より少し大きめに取りまして、床面を磨いて平らにしておきます。こちらはいつも通り床面を磨いて重しを乗せて平らにして大丈夫です。平らにしておいてください。
貼り合わせていこうと思います。オーストリッチの床面とこちらの芯になる牛側の床面を合わせて貼っていくんですが、片側がカーブした状態になります。真っ平らで貼るとここのところがね浮いてしまいますので、こう少し丸くした状態で貼り付けていきたいと思います。で今回は全面をベタッと貼るのではなくて、この周りの部分、この辺りを、2センチ弱ぐらい、ボンドを塗って貼っていきたいと思います。なのでこちらの裏張りをする牛側の方、少し大きめに取っておいてください。大丈夫かどうかね確認をしてクリップなどで留めておくといいです。脇になる方の皮、どちらかね、こちらでもこちらでも大丈夫です。片方から貼っていこうと思います。今回こっち側から貼っていきます。でこぼこしていますが、ボンドがね厚く乗りすぎないように注意をしてください。塗れたらまずこちら側の端だけしっかり貼り合わせていきます。少し今回跡がついてしまいそうなので、歯切れを乗せて、その上からボンドを置いたすぐ上のところクリップで少し留めておきます。まだね全部貼ってないのでこんな感じになっています。それでは曲げた状態、この状態で貼っていきたいと思います。まずじゃあ下側から貼っていきます。でもこちらから貼ってますので、こういう感じに少しね引っ張れるといいかなと思います。ここね机の角になりますが、こういったところでローラーをかけてやるといいと思います。あまりやるとねこのフィルマーク潰れてしまうので注意してください。同じように上側ちょっとね貼りづらくなってますが、こんな感じで貼っていってください。最後ここの面も同じように隙間からボンドを入れて貼っていってください。このような形で接着することができました。こちら今回オーストリッチいつも使ってる皮よりも少し薄くなっています。あんまりギュッと伸ばして貼ると毛がいた型紙の線変わってしまいますので、ちょっと難しいと思いますが、伸ばさないように貼り付けをしてください。本当はこれ貼った後に型紙写したいんですが、貼ってしまうとねこう今回は立体になったので後から写すのが多分無理だと思いますので、先に、表側にだけ毛がいた線があります。それではカットしていきます。普段毛がいている線よりも太くなっていますので、近辺の内側をカットしてください。丁寧にカットをしていってください。こんな感じでカットができています。ちょっとこのクイルマークのところが少し硬くなっていますので、そこだけしっかりカットできるように注意をしてください。こんな感じでカットすることができました。浮いてるところもなく綺麗に仕上がりそうです。ドレッサーで上の部分だけ抜いたいので、先にここだけ表と裏の皮を2枚をぴったり合わせるように削ります。前回作ったこちらのメガネケースは1枚の皮でしたので、この入り口は縫いませんでしたが、今回は貼り合わせたので縫っていきます。3 m m の線を引きます。端から1センチは引かないでおいてください。終わりも1センチを残して線を引きます。フィルマーク少しね外しながら線を引いてください。それではここに穴を開けていきます。フィルマークがあるところは2本刃に変えると穴を開けやすいです。こちらカーブが効いてますので、こういったところは2本刃で穴を開けていきます。角の穴はこちらの向きで穴を開けます。それではここを縫っていきます。縫い始めます。2目目から入って1目二重になるように縫い戻していきます。あんまりギュッとやりすぎると上の皮柔らかくて引っ張られてしまうので、力を入れすぎるのはちょっと注意をしてください。
あとはいつも通り端まで縫って縫い止めてしまって大丈夫です。縫うことができたらもう一度ドレッサーをかけてここ磨いていきます。へり落としをします。オーストリッチとても柔らかいです。一度トコノールで固めると少しやりやすくなりますので、トコノールをつけて平らなところで磨いて角を出しておきます。へり落としをします。両側1センチは縫うのでへり落としをしません。さあ磨くとどうなるんでしょうか。床面に貼り付いていたこのボロというのを取ってしっかり床面同士を貼り付けたので一体化してこんなにピカピカになりました。ピカピカ光っています。ね、一体感出てますね。大丈夫です。しっかりくっつきました。一度磨いたら紙やすりで落としてもう一度磨くとピカピカ輝いてくれます。それではいよいよこう合体していきます。銀面同士を貼り合わせるので荒らしをここにねかけていきたいと思います。こちら側はどこまで荒らしていいかわからないと思うので下合わせでこの辺りですね、この辺りまで荒らしをかけていきます。それではここをボンドで接着していきます。この部分から接着をしていきます。ぎゅーっと押さえて余分なボンドを出したらクリップで留めていきます。端っこは少し間が空いてても大丈夫です。しっかりと接着をしてください。接着ができました。できたら段差のあるところ包丁でカットしていきます。そしたら角の部分をね少し落としていきます。角少し丸くしたいので包丁で軽く落として、あとはドレッサーをしっかりかけておいてください。小刃を揃えておいてください。こっち側の角も少し丸くして揃えて大丈夫です。少し丸くしておきましょう。縫う時にね小刃に糸をかけてしまおうと思うので今回はへりを落としたいんですが、トコノールを縫って角をしっかり出してクイルマークのところはなるべくちょっとね避けながら行こうと思います。クイルマークのところは紙やすりで上から下に、そしたら先ほどと同じでトコノールを縫って皮をピカピカに磨いておいてください。3ミリの線を引いていきます。端っこは7ミリから1センチぐらい開けておいても大丈夫です。それでは穴をどんどん開けます。1目開いたところから始まります。この端っこを縫い込みたいのでここは1目分落とします。1目ね1枚の皮にも穴を開けます。そしてここから縫い始めます。1目目いつも通りこちらに縫い戻したら二重にして強度を上げていきます。ここから小刃を通したいので上の方表の糸はぐるっと上の小刃を通して後ろから戻ってきます。裏にある糸も小刃を通してぐるっと一周裏に帰っていきます。こんな感じです。ここからだんだんね進んでいきましょう。いかがでしたでしょうか。だいぶ工程も増えて作り方変わりますね。ぜひレアな皮を入手して作ってみてください。それではまた別の作品でお会いしましょう。さよなら。